はい、こんにちは、矢野です。今回お散歩がてら海に行ったらいい感じのアジの群れがいたので、急遽デイアジングやってきました。ちゃちゃっと釣れて美味しいアジを食べることはできたのでしょうか。今回使用するタックルはロッドがアジドー 5G S622L、 リールは25ルビアス STSF2000 のハイギア、ラインはアジの糸ワンモア 0.35、 ジグヘッドはフロードライブヘッド、ワームはガルプベビーサーディン2インチ。これらのタックルでアジを狙っていきます。さあ、そしたら準備ができたんでアジを狙っていきます。ちょっとね、フラッとお散歩がてらに漁港に来たらですね、アジがちらちら見えていて、せっかくなんでちょっとタックル準備して狙ってみようかなと思って、クーラーはね持ってきてないんですけど、何かしら釣れたらいいかなと思ってバッカン準備してやっています。ちょんちょんちょんとアクション入れて食わせる。バレた、当たった。よし、食った。ちょんちょんとアクション入れてからの食わせのまでコントに食ってくれました。よいしょ。いいサイズ、20ちょいですね、21、2ぐらい釣れてくれました。いや、このサイズがチラチラ見えてたんで狙ったんです。一発でしたね。でもかかりどころが悪かったんで外れましたね。そしたら先にもう一匹一匹締めておきましょう。ちょっとね、もう今日はクーラーと氷がないんで、もうちょっとバッカンでチャチャチャっと釣って、もうおかず分釣ったら終わりにしようかなと思います。もうちょっとある程度釣れたらコンビニに寄って氷でも買って、そして緊急で持って帰ろうかなと思います。来た。連発。しかもサイズがいいですね。24ぐらいになりましたね。美味しそう。かかりどころもバッチリいいところかかってます。上顎ですね。プツンと締めて、そして血抜きしておきます。そして針先チェックで、さらまだ狙っていきます。もう表層付近アジが泳いでいるのが見えるので、もう表層付近重点的に狙っていきます。で、カウント5ぐらいで、あとは糸付けを取って、そしてちょんちょんちょんとアクション入れて食わせの間。残念、食わなかった。なんかちょっと足元に泳いでるのが見えるので、足元付近狙っています。なんか投げなくてもいいんじゃないかこれ、もしかして。ちょんちょんちょん。そういうわけでもなかったか、食わなかったか。じゃあちょっと投げる方向を変えて狙っています。ちょんちょんちょんとアクション入れて食わせの間。トントントンとアクションからの食わせの間で当たったか。よし、食った。いい引き。よいしょ。3匹目釣れてくれました。これもがっつり上顎いいとこかかってます。締め方はこのエラのとこからハサミをスッと入れて、この背骨の円髄部分ですね、この部分を挟んでパチンと断ち切ってやる。これだけでも締まります。で、あとはここでバッカンの中でちょっとゆすって血を出してやります。で、ワームがずれたんでちょっと刺し直して、匂いもバッチリあるのでまた狙っていきます。投げて、そして5カウントぐらいレンジを取って、そして軽く糸気を取ってトントントンとアクション入れて食わせの間。ちょんちょんちょんとアクションからの食わせの間で探っていきます。割と日中なんで大ためのジグヘッドで速いテンポで見切らせないようにした方がいい時って多いんですけど、今日は産卵絡みのアジっぽくて割と動きがスローなので、ジグヘッドは 1g 使っています。ジグヘッド 1g で、ワームは汁物系のガルプベビーサーディンですね、こちらを使っています。すぐそこら辺にアジの群れが見えるかな。そこら辺にアジの群れがうわーっといるんで、その辺り通したら多分一発で食うと思います。あの群れが回ってきたタイミングでなんかパタパタって釣れる感じですね。はい、食いました。バレた。追い食いしてこんかな。ワームずれたか。
残念、バレた。ワームがずれた。こういう風な感じでずれたらちょっと杭が悪くなりますね。もう一回刺し直して針先チェックして、そして狙っていきます。その辺りに群れがいるんで、多分また通ったらその群れのところを通したら釣れます。一発です。来ましたね。よいしょ。さあ4匹目釣れてくれました。22、3センチぐらいですね。美味しそうなアジです。バッチリいいとこかかってますね。ここだったらまあバレることはないですね。そしてエラの下からスッとハサミ入れるイメージで入れてバスンと切ってやります。そしてバッカンでチャプチャプチャプっと揺すってやります。そしたらまた再び狙っていきます。割と食いっ気がある群れとそうでない群れが泳いでいて、食いっ気のある群れのところを狙って投げたら大体一発でポッと釣れる感じですね。こんな感じです。もう投げてファーストホールですちょうど食いっ気がある群れのところを投げたら一発でポンと。そうでない群れは結構スルーされますけど、でこれはちょっとファーストホールでかかりどころが悪かったんで落ちそうですね。下顎にかかってましたね。ジグヘッドの姿勢が安定する前に食ってきたんで、こういった感じで下顎でかかっていますね。チンと切ってジャバジャバジャバ土抜きです。でちょっと今ワームがなくなったんで、ガルプが飛んでしまったんで、もう一回つけ直します。ちなみにガルプはもうこういうパッケージで僕はもう持ち運びするようにしています。昔のガルプはね、汁漏れ防止のケースに入れないと液が漏れていたんですが、新しいこのパッケージに変わってからはもう液漏れが全然なくなったので、もうこのパッケージのままで持ち運びするようにしています。できました。ジグヘッドはフロードライブヘッドを使っています。1g です。ちょっとアジの群れが変わった移動したので、カメラの位置変えてやります。さあもうパターンはね掴んで、アジの群れ、食いっ気があるアジの群れのところにジグヘッドを投げて、そしてあとはもうそこを通すだけというですね、非常にイージーな展開で、こういった感じでですね、食いっ気がある群れのところの通せるようにちょっとジグヘッドを投げて、あとは沈めてるだけで、バレた、食ってくるという超イージーな展開で、ちょっとなんか解説がすごい、解説も何も、もう食いっ気のあるアジの群れのところにジグヘッドを落とすだけというですね、状況になっていますがもういいか、投げ釣り状態ですね。もうガルプを放ったらポッとアジが勝手に食っているという。美味しそうなアジ釣れてくれました。そして針先のチェックして、さあ狙っていくという。で回遊している、ぐるぐる回っている、港の中をぐるぐる回っているアジを見て、その回遊している方向の鼻面先の方にちょっと狙ってジグヘッドを投げてやる。そしてもうあとは着水したら糸ふけを取ってちょんちょんちょんとアクションに入れて食わせのまま入れてやるというだけです。で今ちょっと当たったけどかけ損なってしまったと。かけ損なって、ちょっと糸ふけを取っていたら、食っていたという、もうなんていうか投げ釣り状態ですね、これはこれはちょっとイージーすぎるな。でもたまにはこういう釣りもいいかもしれないですね。ちょっとこういった産卵絡みのアジがそろそろ入ってるんじゃないかなという場所にちょっと行ってみたら、大当たりですね、入っていましたね。ラッキーでした。でもちょっと今日氷を持ってきてないんで、もうあと1匹釣ったら、終わりぐらいにして、ちょっとコンビニで氷を買ってで持って帰って家で食べようかなと思います。食いっ気のある群れが消えたか。群れがちょっと届く範囲から移動したみたいですね。今ちょうど辺りにまた群れが回ってきたので、そこをちょっと狙います。あと1匹釣れたら終わりにしたいな。もうちょっと早く氷を買って入れたいんで。取った、来た。やっぱりアジの群れの回遊ルートを見て、そしてそこにジグヘッドを落としてやったら、食いっ気のあるアジだったら一発でポッと釣れるという。でもかかりどころが悪いんで落ちそう。落ちた。よし。口切れだったけど
セーフです。やっぱりファーストフォールで食った時はどこにかかるかわからないんで、ちょっとかかりどころが悪かったらこうやって口切れしてしやすいので、ちょっとそこが怖いところですね。よし、じゃああと1匹釣れたら終わりって言ったけど、まだ釣れるんであと1匹だけ釣って終わりにします。ちょっとね早く氷を買って入れないと魚も傷んじゃうんで、まあもうあと1匹釣れたら終わります。トントン。よし、釣れた。狙い通りアクション入れてからの食わせのまでコンとね、これはよいしょ。あ、これも落ちた。なんてこったい。もったいない。残念。ノックもいかんな、かかりどころが悪いな。ちょっとね味のサイズに対して今回フロードライブヘッドを使ってるんで、フックサイズがちょっと細いんですよね。もうちょっとレンジクロスの方がいいんですけど、ちょっと産卵のアジで吸い込みが悪いかなと思って小さめのフックサイズを選択したんですけど、そんなことはなくレンジクロスの方が良かったですね。よいしょ。これも口が浅いところ、また落ちた。レンジクロスに変えてやった方がいやいいんですけど、まあもう最後釣れてくれたんでこれで終わりにしたいと思います。血抜きして、よし。ちょっとねお散歩がてら、プラット漁港に来たらいいアジの群れ入っていたんでラッキーでした。狙ってみたらよく釣れました。超ラッキーでした。さあそしたら実家にお裾分けして家に帰ってきました。うちで食べる味がこれだけになります。もう今回まだ何日で食べようか決めてませんが、この後用事があるので先にエラと内臓だけ出して下処理だけしておきます。エラは指を突っ込んで、そしてつまんでプリッと出します。簡単に取れます。エラ蓋を開いて、そして指を入れてつまんでプリッと出すだけです。超簡単です。そしたら内臓を出していきます。頭を右にして中に包丁をスッと入れて内臓を出します。で内臓チェックで何を食べているか見てみて、小さいオキアミみたいなのも食べてます。毎回こうお腹を出した時に内臓を見てみて、そして何を食べているかというチェックをすると、こういったもの食べてるんだなという妄想ができるので結構面白いですね。これは何かな、卵かな。これは卵ですね。もうこのぐらいのサイズが今回入った場所は産卵に入っています。内臓を出したらしっかりと水で洗っておきます。で取り残しがないようにしっかりと出しておきます。そしたらキッチンペーパーで水気をしっかり取って、キッチンペーパーをお腹に詰めていきます。こうすることによってドリップが出た時もキッチンペーパーが吸収してくれます。でキッチンペーパーはお腹とここのエラの部分に詰めておきます。そして最後にキッチンペーパーでくるっとくるんでやって置いていきます。そしたらこの状態で冷蔵庫に保管しておきます。さあそしたら3日間経ちました。本当は次の日に食べる予定だったんですが、ちょっとねいろいろと忙しくて3日間経ってしまいました。ちょっとねサイズが小さいので3日間ね寝かしたらどうかなと思ったけど、でも匂い的に全然問題ないですね。キッチンペーパーを1回はちょっと交換したのでいけそうです。で今回のアジはムニエルでいただこうと思います。最近アジを食べると言ったら生で食べることが多かったので、たまには焼くのもいいかなと思いますので、それでは早速調理していきます。そしたらまずは鱗から取っていきます。鱗はね寝かせる時に腐敗防止のためにつけっぱなしにしているので、ここでしっかりと取っておきます。で鱗が飛び散らないように水を軽くかけながら取っていきます。
鱗を取ったらキッチンペーパーでしっかりと水気を取っていきます。そして3枚におろしていきます。でまずムニエルなのでこちらの J5 からね取っていきます。で反対側も同じように取っていきます。で今回のアジ、体に対してこの尾びれがかなり大きいですね。こういった体に対して尾びれの大きさを見ることによってどういったポイントでアジが入ってきたのかということが予想できます。こういったヒレが大きい魚は割と潮の流れの速いポイントで釣れたりとか、ちょっと大きめ本流があってそういったところから岸の方に回遊してきたという、そういったところが予測できるので面白いですね。で J5 を取ったら次頭を落として3枚に落ちていきます。で背中側から包丁を入れていってあばらをスッとすきながら片身を落とします。そして反対側もこちらの背中側からスッと包丁を入れて背骨に沿わしながら包丁を入れて、そしてひっくり返してお腹側から包丁を入れてあばらのところぐっと入れて断ち切ってそして3枚おろします。骨は骨せんべいで食べるので別でのけておいて、頭はお尻の出汁にするのでここから包丁を入れてかぶと割りにしておきます。これで焼いて味噌汁の出汁に取ります。そしたら次はあばらをすいていきます。スッとあばらだけ薄くすくようにして切ってやります。じゃああばら骨取り終わりましたので、次はこの真ん中の血合い骨を取っていきます。で今回ちょっと面倒だけど骨抜きで一本一本抜いていきます。フライだったら骨を取らなくてもいいんですけど、今回焼き物のムニエルなので骨を取っておいた方が口当たりがいいかなと思うので抜いていきます。サイズ的に小さいんですけどね、取っておいた方が良いかなと思うんでやっておきます。では次塩コショウで味付けしていきます。薄くタタタタターっと振ってで反対側も軽く味付けしてやります。じゃあ次は米粉をパーッとかけてやります。うちは最近小麦粉の代わりに米粉を使うことが多いので、米粉で代用しています。で、反対側も米粉まぶしていきます。まな板に乗せたやつにつけてやってしっかりとなじませていきます。よし、いい感じでできました。じゃあぬくめたフライパンにバターを入れます。バターの匂いがめっちゃいい。そしてアジを焼いていきます。で置くときは皮を下にして焼いていきます。ここにこうか。ちょっと皮目チェックします。もういい感じで焼けているのでひっくり返していきます。これはいい感じ、めっちゃ美味しそう。からいい感じで焼けたので盛り付けていきます。そしてレモンを添えてアジのムニエルの完成です。それではいただきます。いやめっちゃ美味しそう。そしたらレモンを絞って全体にバーッとかけてやって、じゃあ食べていきましょう。いやめっちゃ美味しそう。いただきます。いい感じで皮目も焦げてパリッとして美味しそうです。めっちゃうまい。これ皮目がパリッとして
いやレモンがめっちゃ合いますねこれで。こういった美味しい味料理には日本酒が合うということで、本日はこちら日本盛りさんの純米大吟醸生酒、このお酒を用意しました。いやーうまいなー。生酒なんでほんのり甘みがあって美味しいですね。日本酒初心者の方でも超飲みやすいと思います。うまっ。では次ムニエルもいただきます。皮目がパリッとしていいな、美味しい。噛んだ瞬間じゅわっと油がねじんで香ばしさが口のいっぱいに広がる。めっちゃうまいですねこれ。アジって刺身とか生で食べることが多かったんですけど、この焼きも美味しいですね。で今回ここの血合い骨を取っているので口に骨が当たることもなくてすごい食べやすいですね。これなら口に骨が残らないので小さいお子さんも食べやすいと思います。野菜と一緒に食べてもさっぱりと。超うまい。うまくて箸が止まらない。そしてお酒も止まらない。まあしょうがないですね。最後は野菜と一緒に合わせていただきます。いやー最高しか言葉が出ないな。最後にお酒をクイッといって、いやーめっちゃうまかった。ごちそうさまでした。ということで今回は散歩がてら海に産卵のアジを探しに行ったところ、アジの群れを見つけたので急遽デイヤジングの撮影をしました。特に釣果を求めて海に行ったわけではなかったんですが、短時間でアジが釣れてくれて超ラッキーでした。しかも日中だったのでアジがルアーのどの部分に食ってくるのかというのが丸見えでとても勉強になりましたね。で今回釣ったアジはムニエルにして食べたんですが、これがめちゃくちゃうまくてびっくりしましたね。手軽に作れてお子さんにも喜ばれる味なので、ぜひ皆さんもお試しください。で最近は日中がめちゃくちゃ暑くなってきましたね。僕もこのデイヤジングの兆候などに再び産卵のアジを探しに日中で歩いたら、もうめちゃくちゃ日焼けしました。ここまで焼けると思ってなかったのでちょっとショックです。最近は朝晩の気温差もめちゃくちゃ大きいので、体調や熱中症に気をつけてアジングを楽しんでくださいね。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にアジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。